1942年8月、ソロモン海。血まみれのゼロ戦が、たった一人で南の空を飛んでいた。これは当時の実物写真。AI で色を補って振り返ってみる。操縦していたのは、一人の日本人パイロット。頭を撃ち抜かれ、右目はもう見えない。全身は血に染まり、意識は何度も遠のいた。左半身は、痺れて動かなかった。それでも彼は気を捨てなかった。基地までおよそ1000キロ。5時間近く、彼はただ一人で飛び続けた。その男の名は坂井三郎。後に大空の侍と呼ばれる男である。200回を超える空戦を生き抜き、撃墜王と呼ばれた。これはその坂井三郎という一人の搭乗員の物語。そして生きて帰ることを最後まで諦めなかった男の記録である。坂井三郎は1916年8月26日に生まれた。故郷は九州の佐賀県。若き日の坂井三郎を AI で色を補ってみる。家は貧しい農家だった。父を早くに亡くし、暮らしは楽ではなかった。三郎という名は3番目の男子を意味する。子だくさんの田舎の少年だった。幼い坂井はわんぱくで負けん気が強かった。勉強はできたが、家計は彼を上の学校へ進ませなかった。一度は親類に預けられ、町の学校にも通った。だが、馴染めずに故郷へ戻ってくる。16歳の時、彼はついに一つの道を選んだ。海軍に入ることだった。貧しさから抜け出す道は、それしかなかった。故郷を出る朝、母は何も言わずに見送った。少年は二度と帰れないかもしれない道へ歩き出した。1933年、坂井は海軍に入った。佐世保の海兵団に一人の水兵として加わる。当時の様子をカラーにしてみる。そこは想像を絶する世界だった。わずかな失敗にも容赦のない鉄拳が飛んだ。上官に殴られ、歯を折られたこともあったという。理不尽な制裁は毎日のように続いた。それでも彼は歯を食いしばって耐えた。ここで脱落すれば帰る場所はない。故郷の母に楽をさせてやりたかった。三郎は誰よりも早く起き、誰よりも遅くまで磨いた。やがて彼はある夢を抱くようになる。あの空を飛んでみたい。見上げれば関西機が青い空をかけていた。それは貧しい少年が見上げた一番遠い夢だった。坂井は操縦練習生の試験に挑んだ。倍率は数十倍とも言われる狭き門。当時の風景を再現してみる。彼は見事に合格する。ここから空の世界が始まった。訓練は地上の厳しさをはるかに超えていた。気を失うほどの急旋回、墜落と隣り合わせの着陸。少しでも素質がないとみなされれば容赦なく落とされる。脱落していく仲間を彼は何人も見送った。そして1937年、彼は卒業の日を迎える。成績は同期の中で第一位だった。天皇から贈られる恩賜の銀時計。わずかな成績優秀者だけが手にできるものである。貧しい佐賀の少年がそれを握りしめたのだ。もう誰も彼を田舎者とは笑わなかった。1938年、坂井は中国大陸の戦場に立った。日中戦争の真っ只中である。彼が乗ったのは96式機関銃戦闘機。カラーにしてみる。固定された足を持つ旧式の戦闘機だった。初めての空戦で彼は初めて敵機を落とした。だが手放しの喜びはなかった。相手もまた一人の人間だったからである。ある戦いで坂井自身も背後から撃たれ負傷した。空の戦いに安全な場所など一つもない。彼はこの大陸の空で生き残る術を体に刻んでいった。敵より早く見つけ、敵より早く動く。空の彼方の点が敵か味方か、
一瞬で見抜く目を養った。一瞬の油断が死に直結する世界だった。若き撃墜王はこうして鍛えられていく。やがて堺は新しい翼を手にする。霊式環状戦闘機ゼロ戦である。AI で色を入れてみる。速く軽くどこまでも遠くへ飛んだ。登場した時、それに勝てる戦闘機は世界になかった。連合軍はゼロ戦との格闘戦を禁じたほどである。堺の腕とゼロ戦の性能、二つが揃った時、彼は最強の搭乗員となった。1941年12月、太平洋戦争が始まる。堺はフィリピンの空で次々と敵機を落としていく。アメリカの誇る重爆撃機さえ彼の獲物となった。彼のゼロ戦は敵にとって悪夢そのものだった。だが彼はその機の弱点も知っていた。ゼロ戦は命を守る装甲を削って作られた機だったのである。速さと引き換えに防御を捨てていた。撃たれれば火を吹く、その危うさを誰よりも分かっていた。堺が所属したのは対南海軍航空隊。日本海軍が誇る精鋭中の精鋭だった。この一枚をカラーにしてみる。ここには後に名を残す撃墜王たちが集まっていた。笑い上戸の太田、寡黙で天才肌の西沢。彼らは戦友であり、良きライバルでもあった。誰が一番多く敵機を落とすか。若者たちは命を懸けて空で競い合った。互いの腕を認め合い、互いの無事を祈り合った。だが堺には密かな誇りがあった。自分が率いた列機を一人も死なせていないことである。派手な撃墜数より仲間を生きて返す。それが堺三郎という男の流儀だった。この精鋭たちの多くがやがて南の空に消えていく。その運命をまだ誰も知らなかった。1942年、堺たちはラバウルへ進出した。南太平洋の最前線である。当時の様子をカラーにしてみる。ここから遥か遠くの敵地まで飛ぶ。片道だけで何百キロもの長い道のり。ゼロ戦の長い航続距離だけがそれを可能にした。出撃すれば何時間も狭い操縦席に座り続ける。強い日差しとエンジンの轟音。敵地の上で戦い、また何時間もかけて帰る。それは想像を絶する消耗だった。だが帰ってこられない仲間も日に日に増えていく。昨日笑っていた男が今日はもういない。南の青い空は惜しくも残酷だった。若者たちは一日また一日と命をすり減らしていった。ある日のことだった。堺は一機の大型輸送機を発見する。AI で色を与えてみる。敵機である。撃ち落とすのは彼の任務だった。彼はピタリとその後ろにつけた。引き金にかけた指、あとは押すだけだった。だがその時、機内の窓が見えた。そこには外国人の母親と幼い子供がいたのである。民間人だった。彼らは怯えた顔でこちらを見ていた。堺は引き金を引かなかった。翼を振ってその木を見逃したのである。敵は雲の中に逃げた。彼はそう報告した。これは堺三郎という男の物語である。撃墜王であると同時に最後まで一人の人間であろうとした男の。堺の名は次第に知れ渡っていった。出撃のたびに敵機を落とす。この一枚を AI で色を補ってみる。その数は後に60機を超えたと言われる。彼は不死身の撃墜王と呼ばれた。だが本人におごりはなかった。空で生き残るのは腕だけではない。運も大きい。彼はそのことを誰よりも知っていた。今日生きている者が明日も生きているとは限らない。ベテランほど油断を恐れた。それが戦場の空の現実だった。そして1942年8月、彼の運命を変える日が
静かに近づいていた。1942年8月7日、アメリカ軍がガダルカナル島に上陸した。もう一枚、当時の写真。知らせを受けた堺たちはすぐに出撃する。目指すは遥か遠くの島の上空。片道だけで1000キロを超える距離だった。長い飛行の末、彼らは敵の大編隊と激突する。空は無数の木が入り乱れる乱戦となった。堺はいつものように敵機を落としていった。戦いは彼に有利に進んでいるように見えた。その時、前方に小さな機影の群れを見つける。敵の戦闘機だ。堺はそう思い込んだ。彼はその後ろへと近づいていった。獲物を狙う。いつもの動きだった。それが運命の判断ミスだった。近づいて堺は凍りついた。それは戦闘機ではなかった。カラーにしてみる。後ろ向きに機銃を構えた急降下爆撃機だったのである。8機の後部座席の銃が一斉に火を吹いた。無数の銃弾が堺のゼロ戦を貫く。一発が彼の頭部を直撃した。風貌枠だけ視界が真っ赤に染まる。右目が何も映さなくなった。体の左半分がしびれて動かない。操縦桿を握る手の感覚も薄れていく。意識がスーッと遠のいていく。高度4000メートル。彼はほとんど死にかけていた。薄れゆく意識の中で堺は考えた。このまま海に突っ込めば楽になれる。当時の風景を再現してみる。敵艦に体当たりして果てることも頭をよぎった。だが彼は思いとどまった。故郷の母の顔が浮かんだのである。ここで死ねば母はどれほど悲しむだろう。彼は自分の頬を何度も殴りつけた。風貌を開け、冷たい風を顔に浴び続けた。見えるのは左目だけ。ケーキも半分は滲んで読めない。それでも彼は機首を北へ向けた。ラバウルまでおよそ1000キロ。生きて帰る。彼はただそれだけを念じて飛び続けた。それから5時間近く、堺はたった一人で飛び続けた。当時の様子をカラーにしてみる。何度も意識を失いかけ、その度に自分を叩き起こした。傷口は痛み、寒さに体は震えた。燃料計の針は刻一刻とゼロへ近づいていく。雲を頼りに勘だけで進路を探した。もうダメかと思うたびに母の顔と仲間の声がよみがえった。やがて見慣れたラバウルの島影が見えた。彼は思わず左目から涙をこぼしたという。彼は最後の力を振り絞って気を下ろす。車輪が滑走路に触れた瞬間、エンジンが止まった。燃料はもう一滴も残っていなかった。ギリギリの奇跡の生還だった。血まみれの堺が操縦席から運び出されると、仲間は息を飲んだ。誰もが彼はもう戻らないと思っていたのである。堺は内地に送り返された。傷は深く、長い療養が必要だった。この男の顔、AI で色を補ってみる。頭の重曹はようやく癒えていった。だが医師は彼にこう告げる。右目の視力は二度と戻らない。もう戦闘機に乗ることはできない。と、片目を失ったパイロットなど前例がなかった。だが堺はそれを受け入れなかった。彼は見えない右目を補うため、猛烈な訓練を自らに課す。夜空の星を見つめ、距離をつかむ感覚を取り戻していった。空に帰る、その執念だけが彼を支えていた。周りは無謀だと止めた。だが彼の決意は揺るがなかった。そして彼は再び操縦桿を握る日を自らの手で勝ち取るのである。1944年、堺は硫黄島にいた。片目のまま再び最前線に戻ったのである。AI で色を入れてみる。戦況はもはや絶望的だった。
かつての戦友たちの多くはすでに空に散っていた。笑い上戸だった太田も、天才と呼ばれた西沢も、もういない。新しく来る若者は、訓練もそこそこの少年ばかりだった。押し寄せるのは、数で勝る敵の大変態。それでも酒井は、片目で敵機に立ち向かった。そして、信じがたいことに、彼は生きて帰り続けた。周りの若者が、次々と帰らぬ人となる中で、彼は、生き残ることそのものと戦っていた。それは、勝ち目のない、孤独な戦いだった。1945年8月、戦争は終わった。酒井三郎は生きていた。当時の風景を再現してみる。数えきれない戦友を彼は空に送った。なぜ自分だけが生き残ったのか。その問いは生涯彼を離れなかった。勝ち誇った搭乗員などどこにもいなかった。残ったのは静かな飛行場と錆びていくゼロ戦だけ。あれほど無敵を誇った翼がただの鉄くずになっていた。彼は思った。生き残った者には生き残った者の務めがあると。それは死んでいった仲間たちのことを語り継ぐことだった。日本人が忘れてはいけない若者たちがいる。彼の本当の戦いはここから始まったのかもしれない。戦後、酒井は一冊の本を書いた。題名は大空の侍。酒井三郎の顔。AI で色を補ってみる。そこに記されたのは自分の戦果だけではない。空に散っていった若者たちの姿だった。この本は世界中で読まれた。かつての敵国アメリカでも100万部を超えて売れたという。酒井は戦争を美化しなかった。むしろ二度とこんな時代を繰り返してはならないと語り続けた。講演に招かれれば彼は必ず若者たちに語りかけた。命を粗末にするな、生きることを諦めるなと。本当の英雄は生きて帰れなかった者たちだ。自分はただ運が良かっただけだ。彼はそう言い続けたのである。撃墜王の誇りより彼は失われた命の重さを語った。2000年9月22日、酒井三郎は84歳でこの世を去った。皮肉にもその最後の席にいたのはかつて戦った米軍の関係者だったという。敵も味方も空を生きた者たちは最後には手を取り合った。あの日血まみれで1000キロを飛んだ若者も静かに生涯を閉じた。彼が見つめ続けたのは撃墜の数ではなかったのかもしれない。ただ生きて帰ること、そして仲間を一人も死なせないこと。私たちが今平和な空の下で生きていられるのはなぜだろうか。それはあの空で戦い抜いた無数の若者たちがいたからである。彼らが守ろうとしたものは確かに今の私たちへと続いている。あなたはこの大空の侍の生き方に何を感じただろうか。あなたのご家族で当時を経験された方はいませんか。もしよろしければコメントで教えてください。この動画が心に残りましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後まで見届けてくださりありがとうございました。